お話をいただいてから2週間で完成させるっていう超突貫工事だったんで、皆様こんにちは。地理学出身、そして街の息遣いをジオラマで表現するアトリエモレジです。今回はちょっと予定を変更しまして、畳1枚ないサイズの単純なエンドレスのレイアウトをご紹介します。この作品はあるご縁がきっかけで制作を始めたんですけど、制作期間が僕にはハードルが高いまさかの2週間。しかも15年くらい前の作品で、今から見るとあれこれあるんですけど、当時の全力をエンタメとしてお楽しみいただければなということで、制作から完成までをサクッとした動画にまとめてみました。最後までお楽しみいただけましたら嬉しいです。川崎府の日常をジオラマで再現しました。詳しくは概要欄をご参照ください。今回の作品はご縁がありまして、ひたちなか海浜鉄道の阿字ヶ浦駅で作品を展示させていただく機会をいただいたんです。お話をいただいてから2週間で完成させるっていう超突貫工事だったんで、僕にしては珍しく現地取材なしで、インターネットの検索とか雑誌の記事を参考にしながら、ひたちなか海浜鉄道の情景を既製品を使って再現しました。ちょっと昔の作品すぎて作品サイズを覚えてないんですけど、畳1枚なかったのは間違いないです。制作期間が限られた中で何をどう再現するのかってめっちゃ悩んだんですけど、以前雑誌で見て印象に残っていた中根駅と沿線の中核駅の中港駅を再現しつつ、あとは時間を見ながら作ろうなんていう、今思えばめっちゃワイルドな感じでした。レールはトミックス線路を使っています。カーブは C280 を使って、直線区間は S280 が2本と S140 を使用しました。中港駅の部分はそれとなく車庫が置けるような感じでポイントを配置しています。現在残り12日です。緑化と同時にバラスト散布、これ記憶が全くないんですけど、多分僕のことだから思いつくまんまに作業したんじゃないかななんて思います。あと残り10日です。でまさかでこんな画像があって、いやいやあんたチョッパーの使い方めっちゃ間違えてるし、箱ぼれしちゃうじゃん、こんなのここクラフトの子じゃんなんて思いつつ、こんな感じで中港駅の屋根を切り継ぎ加工したみたいなんですけど、この駅の工作めっちゃ時間かかったっぽいんです。なんと残りがたったの2日なんですけど、間に合うのかしらマジで。でももう一つ見どころを作りたくって、以前何かで見て記憶があった海が見えるような踏切を再現したかったんです。あと2日で完走できるように、海はグレインペイントアクアの絵の具で表現しました。ここね、芋畑のつもりなんですけど、この場所の余分な素材を吸い取ったら、ついにレイアウトの完成にこぎつけそうです。凄腕モデラーの愛樹さんとの合作を動画化しました。詳しくは概要欄をご参照ください。なんとか期限内に形になりました。できました。よかった。レイアウトの中央に中港駅を再現してて、その脇には車両基地を作っています。線路はカーブをしながら左に水田を見つつ、丘陵地帯を抜けて中根駅に到着します。そこからしばらくの直線区間を走って、芋畑なんですよこれ。芋畑の間をカーブしながら進んで、主要道路と交差をしたら再び中港駅に戻るというエンドレスの線路配置になっています。再現したかった殿山駅から平磯駅の間にある海を望む踏切です。この踏切の奥には太平洋が広がっていて、踏切を越えた道路は海沿いの県道まで続いています。その海岸には防潮堤を再現してて、防潮堤の脇に県道6号線を再現しました。この県道なんですけど、よーく見てみると歩道の縁石が再現されてるんですよ。この時からこういう工作始めてたみたいで、てっきり僕万葉線の工作の時が初めてだと思ってたんですけど、いろいろと忘れちゃうもんなんですね。中根駅は水田と丘陵の境目にありました。無人駅なんですけど、駅入り口の看板がめっちゃ印象的です。当時は今とは看板の向きが違ってたみたいです。ジオラマでもこの看板を再現してて、中根駅の雰囲気を演出しています。丘陵と水田の間を線路が走っていて、中根駅の脇にある空き地も再現しています。昔ですね、レールマガジンで中根駅付近のこうした画像を見た記憶があって、その光景も模型で再現してみました。
やっぱ茨城県って言えば干し芋ですよね。僕も子供の頃納豆とともによく食べてました。実は僕今は実家が茨城なんです。というわけで芋畑を再現しています。沿線のこんな雰囲気をってここ水田なんですけど、イメージしながら芋畑にしたっていう感じなんです。レイアウトの中心には中港駅を再現してます。駅前はジオコレや加藤製品でなんとなくの雰囲気を演出していて、車両基地も加藤製品の小加工、詰め所はドミックス製品を塗装変更しました。市街地はジオコレや加藤製品で再現しつつ、その裏手の空き地の脇には勝手なアレンジなんですけど、茨城ってこうした場所にお墓があるのをよく見てきたんで、ジオラマでも再現してみました。今回は以上です。次回は本当は今回公開する予定だったホーム工作のご紹介をする予定です。もし工作がまだでしたら今回みたいに別な動画になるかもしれません。ここまでご覧くださいまして誠にありがとうございました。次回もまた皆様とお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。ジオラマ制作担当のアトリエモレジが皆様のオーダーメイドの作品を心を込めて丁寧に制作します。お問い合わせは概要欄のリンク先にあるオーダーメイドお問い合わせフォームからご質問ください。